はい、こんにちは。合気道エグラボです。はい、ということで、今回も型動画していこうと思うんですけども、今日から、4級技に入っていきます。5級通したんですけど、だいぶ緊張されますよね。そうですね。まあ、受けも緊張しますけど、まあ、今日から先生、4級技ということで、ちょっと複雑な技も少しずつ入ってくるということになると思います。では、本日のテーマはこちらです。はい、型取り2強。まあ、2強なので、まあ、1強は5級でやりましたけれども、2強、3強と段が級が上がっていくにつれて増えていきますので、まあ、その辺参考にしていただきたいなと思います。それでは見本動画の方よろしくお願いします。どうぞ。型取り2強、型取りですので、本来型の稽古ですね。どうしても皆さん早く技に行こうと思われるので、こっちがおろそかになって、こっちの処理ばっかり気にされる方がやっぱどうしても多いんですけど、私らが習ったのは手刀で相手のお腹を切るようにで崩れた相手を処理するとですね。引き離すのが目的ではないですね。肩を使って相手を崩していく。そのぐらいそのところですかね。はい、あと裏ですけども、関節の可動域を勉強していく。筋肉の走行を勉強していく。いろいろあるかと思うんですけど、こちらはまた話が長くなって別の動画ですいません。はい、ということで型取り2強を見ていただきましたけれども、すみません、私の質問だと毎度になるんですけども、やっぱり押さえのところがうまくいく。特に相手の腕をこう挟んでっていうところが、なかなかすぐに抜かれちゃうとか、返されてしまうっていうのがあるので、うまく押さえるポイントっていうのがあれば教えて。こっちでいきますか。はい、じゃあすみません。まず倒した後の話ですよね。でここの時点でまず先生によって頭側から入るって教えられる先生、全体が見えて頭から入った方が相手が立ちにくいよという先生がいらっしゃる。でうちは立教と一緒で、まずここを押さえていってます。この時点で一応押さえが効いてる。これ抜けてると当然これでアウトですから、ここをきっちり決めますですね。で合気道の特徴で順手、逆手、曲がらない方向ではなくて、できるだけ曲がる方向に曲げてあげようというのがあるのでですね。であと意外に難しいのが、この相手の手首の関節がきっちり自分で肘で持って捕まえられるという状態。これがどうしても緩い、ただ挟んでるだけだとこれだと緩いので、相手の手首の関節に沿うように肘が入ってよいしょと。でこちらで相手の肘の気脈といいますか気の流れみたいなのを止めてよいしょと。はい、
これうまく決まると本当息が止まらない。きっちりやると痛いので、通常の稽古はこうストレッチ調ですね。はい。できるだけもうあまりきっちり決めないで、もうストレッチ感覚でこう、例えばここほぐしてあげようとか、ここ伸ばしてあげようとかやると、穏やかな健康にいい合気道になるんですかね。ありがとうございます。はい、ということで、今回は、片取り2教をやっていきましたけれども、ちょっと先生途中で、複雑になるのでということで、この S 字のこの取り方っていうのはかなりちょっと苦労されてる方もいると思うので、またちょっと別でうまくやりたいですね。はい、私もなかなかこれが取れないのが多いかなと思いますので、はい、また別撮りで、そういった動画も撮ってみたいなというふうに思います。この、動画がいいなと思ったら、いいねボタン、いいねボタン、高評価ボタン、それから、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。